こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、アイルトン・セナにベスト中のベストドライバーと言わしめた歴代最強格の F1 ドライバー、ジム・クラークについて解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。ジム・クラーク、時々動画で名前が出る F1 ドライバーね、早いらしいわね。とんでもなくな。活躍したのは1960年代だ。当時の最多優勝回数、最多ポールポジション獲得数をあっという間に塗り替えた選手だ。32歳で亡くなる直前に出たグランプリも優勝している。まだまだ最盛期。記録を伸ばしている最中だった。そんなジム・クラークの活躍ぶりを見ていこう。頼むわね。ジムが生まれたのは1936年3月4日。イギリスのスコットランド出身だ。両親は牧畜業を経営しており、ジムは農場を継ぐ立派な羊飼いとなるべく小さい頃から両親に牧畜業を教え込まれて育った。ジムはその両親の期待に反発するでもなく、学校が終われば家で羊と戯れる日々だった。ところがジムはだんだんと乗り物に興味を抱くようになる。学校から帰れば家族の車や農業用のトラクターで広い農場を走り回って遊んでいた。1953年、17歳の時に運転免許を取得。その頃ジムはもう学校を出てフルタイムで農場での仕事に就いていた。ジムはレーサーを志望し何度も両親の説得を試みるが両親は大反対。どうしてもジムに農場を継がせたかった。レーサーあるあるの対立ね。ジムは5人兄弟の末っ子だったが、上の4人は全員姉だったんだ。クラーク家唯一の息子がジムだった。なかなかな環境で育ってきたのね。仕方なくジムは農場の仕事をこなしつつ、両親の目を盗んでレース活動を始めた。移動手段の名目でタルボット3ビーム車の車を購入。これはレース活動を見込んでの選択だった。ジムはレース活動の最初期、自前のタルボットでいくつかのレースに出場。徐々に才能を開花させていった。1957年頃、ジムは地元のレーシングチームボーダーレイバーズに入団。あっという間にチームのナンバーワンになった。ジムはボーダーレイバーズのバックアップの元レース活動の幅を広げていった。1958年、チームはジャガー D タイプを購入。ジムはイギリス国内の大小様々なレースに出場し10回を超える優勝を勝ち取った。そして1958年12月に運命の出会いがあった。イギリス、ブランズハッチで行われた GT カーレース。ジムは新車のロータスエリートで参戦した。絶対の自信があったジムだったが、結果は2位だった。優勝したのはコーリン・チャップマン。彼もジムに匹敵する才能の持ち主だった。チャップマンはレーサーであり、世界的なカーデザイナーであり、F1 参戦チームロータスの創設者でもあった。多彩すぎる。1959年、ジムのおかげで名声を大きくしたボーダーレイバーズはとうとう世界三大レースの一つ、ルマン24時間レースに出場。世界の名門チームが競い合う、レースの最高峰ね。出場しただけでもすごいわ。ところが初出場にもかかわらずしっかり結果を残した。ジムは GT1.5 リッタークラスに出場し、2位で表彰台に上った。総合順位も10位。なんと優勝した。世界のルマンで総合10位、すごい。このレースで世界に名を轟かせたジム。もう両親ともレース活動の是非で対立することはなくなった。そしてとうとうジムは F1 のキャリアをスタートさせる。1959年12月、23歳の時だ。チームロータスの入団テストを受けたんだ。1年前にレースで競ったチャップマンさんのチームね。ジムはフォーミュラカーに乗るのは初めてだった。しかし圧倒的なセンスで周回を重ねるごとにどんどんタイムを上げていく。とうとうそのタイムは、チームロータスで F1 参戦2年の経験を持つグラハムヒルに迫った。初めて乗ったマシンですごい。グラハムヒルは将来 F1 チャンピオンになる人物で決して平凡なドライバーではない。チャップマンが才能を見抜いてロータスに置いていたんだ。グラハムヒルに迫るジム。その走りは1年前にチャップマンがレースで競った時の日ではなかった。ジムは凄まじい速さで進化していた。チャップマンは驚きを隠せなかった。こうして即チームロータスへの加入が決まった。おめでとうジム・クラーク、ここで F1 ドライバーになったのね。いや、新人で実績がないジムは限りある F1 のシートにはすぐありつけなかった。ジムは翌年まずフォーミュラジュニアにフル出場する。ジムのように F1 で走りたくても走れないドライバーのための下位レースだ。F1 の方はあくまで、3人のレギュラードライバーが走れなかった時の予備ドライバーとしてジムは登録された。そんな、ジムより期待されてる選手がいるの？ 3 台のロータス18。2台は前年に続きイネス・アイルランドとアラン・ステイシーが乗る。最後の1台は、そのグラハムヒルなのね？いや、グラハムヒルはジムと入れ替わりで出ていった。
ロータスは1958年に設立したばかりの若いチームだ。グラハムヒルはもっと経験のある、勝てるチームで戦いたかったんだ。現にまだチームロータスは優勝したことがなかった。ってことはグラハムヒルが出て行って、1台空いてるわね。誰が座るのかしら。ジムより期待されてるドライバーがいるの？その名はジョン・サーティス。この1958年と1959年、2年連続でロードレース世界選手権、今でいう元 GP でチャンピオンを獲得した伝説的ライダーだ。しかもその2年間、全戦負けなし。すべて優勝。その二輪界の王、ジョン・サーティスがロータスで F1 に出るというのは世界的なニュースになっていた。そんなとんでもない選手が同じタイミングでロータスに来たなんて。こうしてチームロータスでの1年目、1960年シーズンを迎えた。ジムは期待以上の走りを見せた。まずフォーミュラジュニア。ジムは圧倒的に速く、敵なしだった。時には F1 からダブルエントリーしたジョン・サーティスも打ち破った。4戦で2勝。残る2戦も表彰台に上る活躍を見せ見事シリーズチャンピオンに輝いた。すごい、やっぱ F1 に出るべきだわ。その F1 の成績を説明しよう。なんとこの1960年に F1 出場を果たしたんだ。出れないレギュラードライバーがいたのね。新人ジョン・サーティスだ。ジョンは F1 にデビューしながらも、ロードレースの方に未練があった。ロードレース世界選手権にもエントリーし、スケジュールが重なるとロードレースの方に出場したんだ。そんな自由でいいの？ F1 って。いや、良くない。全員が一戦一戦、命がけで戦っている。どんどんチームと険悪になりジョン・サーティスは1年でロータスを去ることになる。とんだ新人ね。そのおこぼれに預かったジム。1960年6月は忘れられない月になった。3本のレースに出たんだ。まず6月6日。第4戦オランダグランプリで F1 デビューした。予選は17台中11番手。決勝は42周目でマシントラブルのためリタイアしている。なおこのレースではアメリカ出身のダン・ガーニーがコースアウト。立ち入り禁止区域で観戦していた観客2名が亡くなるという悲惨な事故が発生している。続いて6月19日、第5戦ベルギーグランプリも出場。なんとクラークは予選10位から追い上げ5位でゴール。デビュー2戦目で初入賞を果たした。5位、ジムすごい、入賞できずにキャリアを終える選手だっているのに。だがジムはあまり喜べなかった。このレース、チームメイトのアラン・ステイシーが単独クラッシュで命を落としたんだ。きっかけは鳥だ。アランの頭に衝突した。運転不能になったアランのマシンはコースアウト。マシンは炎上しアランは脱出できなかった。しかもアランだけではない。ジムと同じイギリス出身のクリス・ブリストーもコースアウト後バリアで体を切断され亡くなっている。二人も亡くなったの？このレース、しかも別々の単独事故で。ジムは悲しんでばかりはいられない。6月25日、ルマン24時間レースに出場。これはロータスではなくボーダーレイバーズとして出場した。結果はとうとう、総合3位で表彰台に上る快挙。7位までフェラーリが占める中、唯一ジムだけがアストンマーティンを勝っての3位だった。世界三大レースの一つ、ルマンで3位なんて、すごすぎる。こうして6月は F1 デビュー、初入賞、ルマン表彰台と忙しく過ぎていった。まだジムの快挙は終わらない。8月14日の第8戦ポルトガルグランプリに出場。とうとう F1 デビューイヤーに3位で表彰台に上った。シーズンが終わり、F1 は総合10位だった。4戦は欠場。6戦しか出場していないにもかかわらずだ。これが1960年のジム・クラークの成績だ。いきなり恐ろしくいい成績ね。翌1961年、ジムはロータスのレギュラードライバーに昇格した。ロータスでの2年目が始まった。ジムは第2戦オランダ、第4戦フランスで3位。表彰台に上った。もう目指すは入賞などではない。表彰台の頂点だ。そんな中、とんでもない事故が起こってしまった。F1 史上最悪とも言われる大クラッシュだ。発端となったのはなんとジムだったんだ。1961年9月10日、第7戦イタリアグランプリ。この年はフェラーリが圧倒的に速かった。このレースもフェラーリの4台に先行を許す。スターリング・モスはこのコースで優勝経験がありフェラーリ集団の4番手で頑張っている。ジムは6番手だ。集団にジムが追いつき、フェラーリの1台にオーバーテイクを仕掛ける。しかし、接触。危ない。当時はシートベルトなどない。マシンから振り落とされたフォントリップス伯爵がその場で息を引き取った。また、観客席の14人がマシンと激突して亡くなった。これが F1 史上最も多くの犠牲者を生んでしまった事故となった。ジムには過失致死罪の容疑がかかったが、レース中の事故ということもあり無罪放免されている。詳しくは別の動画で解説してるから参考にしてほしいぜ。次が最終戦、
10月8日のアメリカグランプリだ。フェラーリチームは前線の大事故を受け欠場。その結果、なんとチームロータス初優勝。ジムなの？いや、チームメイトのイネス・アイルランドだ。イネスにとってはこれがキャリア唯一の優勝だ。その事故によっていろんな人の運命が変わっていったのね。これがジムの F1 世界選手権2年目だ。総合7位。最後にチームが初優勝をつかんだとはいえ大事故に関わったチームロータスの雰囲気は暗かった。続いて1962年、とうとうその時がやってきたんだ。3年目にしてジム、F1 初優勝。おめでとう、ジム。初優勝は第3戦、ベルギーグランプリだった。予選でミスがあり12位スタートだったが、猛烈な追い上げを見せて優勝したんだ。12番手から？すごいわ。ジムはスパフランコルシャンサーキットは好きではないと明言しているんだが今後も何度か優勝することになる。相性が良かった。この1962年シーズン、全9戦中3勝を挙げたジム。最後までチャンピオン争いを繰り広げたが一歩及ばず、グラハムヒルに次ぐ総合2位だった。惜しい、グラハムヒルってジムと入れ替わりでロータスを離れたドライバーね。ジムとライバル関係になっていたのね。瞬間的な速さはジムの方が圧倒的だった。全9戦でポールポジション6回、ファステストラップ5回を獲得していた。だが決勝レースを走り切るにはマシンが不安定だった。それでも3勝できたのはジムのマシンを壊さない走りとチャップマンの丁寧な整備の賜物だ。全9戦で3勝、4リタイア、マシンが持てばジムは絶対に勝つ。持たなければリタイアという両極端な成績だった。チャンピオン決定は最終戦までもつれたが、リタイアゼロで地道に各レースでのポイントを積み重ねたグラハムヒルがわずかに上回ったんだ。でも F1 初優勝だけでもすごいわ。しかも一気に3勝したなんて。来季に期待しましょう。1963年、もうロータスも4年目だ。他のドライバーならもう交代遇を求めて移籍していてもいい頃だ。なぜジムはロータスに留まってるの？ジムはチャップマンと大の仲良しだった。シーズン中もツインの部屋を取って同じ部屋でレースについて話し込んで寝ていたらしいぞ。それにジムは富や名声に興味がなかった。バーでもノンアルコールジュースを飲み、カジノに行っても一銭も使わなかったという話がある。まだ自分は基本的にはただの農夫で、好きなレースをやっているだけ、というレース活動初期の意識のまま、変わっていなかった。純粋な人なのねジム・クラークって。1963年はとうとうジムの走りにマシンが追いついた。シーズンオフの間にチャップマンが完璧な整備をしたんだ。もう誰も追いつけなくなっていた。そして、ワールドチャンピオン獲得。すごいわジム。10戦7勝。圧倒的な勝率だった。27歳でのタイトル獲得は最年少記録だ。リタイアもゼロだった。1シーズン7勝の圧倒的な記録は25年後、1988年にセナが8勝するまで誰も破れなかった。だがセナが走っている時代は年間16戦ほどもある。10戦7勝というジムの勝率は飛び抜けすぎてるぜ。また、ロータスに初のコンストラクターズチャンピオンをもたらした。チーム、個人ともに最高の年になった。この新車投入1年目に苦戦、2年目にチャップマンがしっかり合わせ込んでジム大活躍の図式は今後何度も見ることになる。続く1964年、もちろん所属チームはロータスだ。1964年8月の第6戦ドイツグランプリ。日本人としては無視できない出来事があった。なんと、ホンダが F1 に参戦してきたんだ。当時まだ軽トラックしか作ったことがないホンダがな。本格的に四輪販売を始めるのでその足がかりにするというとんでもない思想を掲げて F1 の世界にやってきたんだ。勇敢というか無謀というか、チャレンジ精神が振り切れてるわね。ホンダは1年目、完走すらできなかった。だが、詳細は別の動画でまとめてるからそっちを参考にしてほしいぜ。1964年シーズン、ジムは苦戦した。新車のロータス33がかなり不安定で後半はリタイアばかりだった。チャンピオン争いは最終戦までもつれ込んだ。ポールポジションからロケットスタートしたジムがチャンピオンか、と思われた。しかしレース後半になりマシンがスローダウン。5位。シーズン後半はマシンに裏切られ続けた。シーズン3勝はどの選手より多かったが、総合3位だった。惜しい。確か1962年も最終戦までもつれて取られたわよね。悔しいわね。続く1965年だ。ここがジムのベストシーズンだろう。7勝した1963年よりすごいの？ 1965年7月、ホンダ参戦から1年が経とうとしている。当初は完走すらできなかったホンダ。もう決勝でフロントローに並ぶほど走りが研ぎ澄まされていた。予選3番手ってこと？すごい。だが前年投入されたロータス33が熟成を迎えた1965年、
ジムの走りはさらにすごかった。9戦6勝でチャンピオンに返り咲いたんだ。しかも1965年は全10戦だった。モナコを欠場。モナコを休んでまで出たレースは世界三大レースの一つインディ500だ。そのインディ500で、なんと圧勝。F1 とは全然戦い方が違うはずよね。すごすぎる。なお最終戦、メキシコグランプリでとうとうホンダが優勝。前年デビューとは思えない。恐ろしい速さでホンダが成長していた。1966年もやはりジムはロータス。移籍する気がない。ここでとんでもなく大きなルール変更があった。エンジンの最大排気量が1.5リッターから3リッターに倍増したんだ。この変更により各チームは新型エンジンを開発、もしくは調達する必要があった。各チームの力関係が完全にリセットされた。吉と出るか京と出るかね。ロータスは、バリバリ落ち込んだ、BRM 製の16気筒エンジンを調達したが、振るわなかった。なんと1.5リッターエンジンを上下に積んだだけの重いエンジンだ。他チームは12気筒や8気筒で軽く、バランスが良かった。マシンが不利な中クラークはなんとか1勝を挙げる。これは今でも最多気筒エンジンの勝利記録になっている。さすが前年のチャンピオン、意地で1勝だけはなんとか挙げたのね。エンジンが本格的に整うのは1967年だ。ロータスはコスワースと提携して密かに新型3リットルエンジンを作り上げたんだ。この頃、最もパワーが出ていたのがホンダエンジン。12気筒で420馬力だった。コスワースエンジンは8気筒400馬力だ。20馬力もパワーで負けてるわよ。8気筒なのに20馬力しか負けてない、と言うべきだろう。例えばレプコ社は8気筒で330馬力。8気筒だとそんなもんだ。400馬力はすごい。8気筒にしては12気筒に負けないほどパワーが出ており、軽さやメンテナンス性の良さで十分勝負になると考えられた。とうとう逆襲開始ね。1967年の3戦目からコスワースエンジンを乗せたロータス49を投入したが、早速ジムは新車のデビューレースで優勝してみせた。マシンはやはり微調整が必要だった。優勝とリタイアを繰り返し、ジムは今シーズン4勝だ。最多勝利者だったがポイントで負けて総合3位だった。やっぱり投入1年目ってマシンが不安定なのね。他のチームも同じなんでしょうけど、混戦になるのね。チャップマンはこれまでと同じ仕事をした。シーズンオフの間に徹底的にマシンを改良。そしていよいよ運命の1968年シーズンを迎えた。開幕戦の南アフリカグランプリは1月1日だ。お正月？どんなブラックな日程なのよ。南半球で開催されるグランプリはこれだけだ。季節が逆だから暖かい時期に開催しようとするとこういった時期になるんだ。にしたってお正月にしなくても、チャップマンの調整したマシンは完璧だった。ジムはポールポジションを圧倒的なタイムで獲得し、そのまま優勝した。見えてきたわね、3度目のワールドチャンピオン。ああ。この南アフリカグランプリは歴史的な勝利だった。ファンマヌエル・ファンジオの最多優勝記録を更新する歴代最多、25勝目だったんだ。なおポールポジションは33回。こっちはとっくに歴代最多記録だった。この時ジムは31歳。まだまだ全盛期はこれからと言っていい。人々はジムの活躍を心待ちにしていたんだ。本当に。ジム、南アフリカグランプリが1月1日。次戦は5月だ。ジムは長いシーズンオフの間2回レースである F2 選手権にスポット参戦した。そこで、とんでもない事故が起こってしまったんだ。F2 選手権開幕戦、ドイッチュラントトロフィー。1968年4月7日のことだった。場所はドイツ、ホッケンハイムリンク。時々 F1 ドイツグランプリも開催される由緒あるサーキットだ。F1 直下の F2 ですもんね。F1 じゃないとはいえビッグレースね。レースは2ヒート制。20周のレースを2回やるんだ。その大クラッシュは1ヒート目に起こった。集団はホームストレート近辺のテクニカルなセクションを進んでいく。この部分は今とそう変わっていない。その先はだいぶ違うわね。当時はなんというか、コーナーがないわね。ああ。昔はガンガン飛ばしていける最高速重視のサーキットだったんだ。約6.8キロ。今より3キロも長かった。今、ホームストレートを通過した。1コーナーを曲がる。いよいよ高速セクションに入っていく。この先だ。悲しい運命が待ち受けていたのは、ジムは8番手を走行していた。ここから先はストレートに近い高速カーブだ。どんどん加速していく。実はこのレース直前に大雨が降ったんだ。昨日多いこのセクションは路面が乾ききっておらず辺りはまだ水たまりだらけだった。そこを通過する集団。走ると水しぶきが巻き起こり前が全く見えなかった。雨が原因の事故、多すぎない？中止しなさいよ。選手たちは前が全く見えず、
木々に隙間があるのを目印にして道がどう続いているのかを測っていたらしいぞ。現在、時速約270キロ。一瞬の判断遅れが大事故につながる。全員にクラッシュの危険性が高まっていた。そして、死神に肩を叩かれたのは運悪くジムだった。ジムのリアタイヤが突然パンクしたようだ。時速270キロでジムはマシンをなんとか安定させようとしたようだが、この路面では不可能だった。右カーブをそのまま直進し林の方へ突っ込んでいってしまった。コース外には木が生い茂っている。ぶつからなければまだ助かった可能性もあるが、ジムのマシンは衝突してしまう。ジム。マシンは木に衝突し、原型がなくなるほどバラバラに分解され辺りに飛び散った。ジム・クラーク本人も、木に当たった衝撃か投げ出された後土手に当たった時かわからないが、首と頭の骨を骨折。助からなかった。F1 じゃなくてオフシーズンに出た F2 でこんなことになるなんて。レースはこれでも中止にならずヒート1、ヒート2ともに最後まで開催された。当時は事故の扱いが本当に軽いわね。右リアタイヤがパンクした原因は不明だ。空気圧不足だったという説があるな。また、実は1週前にクラッシュした別の選手がいるんだ。そのマシンの破片を拾ってしまってパンクを招いたという説もある。破片拾った説だとしたらちゃんと清掃しなかった係員の責任は大きいわね。一旦レースを止めなかった運営もな。だが当時は一度始まったレースは何が何でも最後までやりきるのが通例だったからな。なお、ジム・クラークは本来このレースに出るつもりはなかったんだ。ブランズハッチの1000キロの耐久レースに出る予定だった。契約の都合でしぶしぶ出ることになったレースでジムは命を失ってしまったんだ。ブランズハッチってイギリスよね？楽しみだった自国のレースを諦めて出場したのに、こんなことになるなんて。優勝したのはジャンピエール・ベルトワーズ。やはり F1 と兼用で出場していた選手だ。これが F2 選手権初優勝だった。なおジムという圧倒的強者が不在となった1968年の F1 は混戦になった。チャンピオンを獲得したのは、なんとグラハム・ヒルだ。以前ジムとチャンピオン争いして競り勝った選手ね。二度目のチャンピオン獲得ね。ああ。この年の勝利は別の意味があった。なんとこの時、グラハム・ヒルはロータスにいた。ロータスに帰ってきてたの？ああ。この時のロータスはマシン製造にかけての技術力はトップで誰もがここで走りたがったからな。1962年にジムのライバルとしてチャンピオンになったグラハム・ヒル。この1968年はジムを失った悲しみを胸にチームメイトとしてチャンピオンを取ったんだ。グラハム・ヒルさんありがとう。とはいえ1968年は暗い年になったな。ジムの事故と同じくらいホンダの撤退が大きなニュースになった。きっかけは1968年7月のフランスグランプリだ。ホンダのマシンに乗ったジョーシュレッサーがレース中の事故で命を失ってしまったんだ。一時は F1 で優勝するほどの地位まで上り詰めたホンダ。やはり浮き沈みは大きく、この時は何もかもうまくいっていなかった。この頃は毎シーズン何人も亡くなってるわね。故郷スコットランドに建てられたジム・クラークの墓。そこには1963年、1965年のワールドチャンピオン獲得、1965年のインディ500優勝の経歴が添えられている。その前歴には、ジムが亡くなるその時も自分の中で強く持っていたであろう農夫という職業がしっかり刻まれている。ジム・クラークさん、どうか安らかに。圧倒的な強さを見せながら32歳という若さで旅立ってしまったジム・クラーク。その輝きの鮮烈さと突然にして姿を消した悲しみは34歳で亡くなったアイルトン・セナと酷似しており、現代でも二人の活躍は止むことなく語られ続けている。以上、今回はジム・クラークの生涯と、最後のレースとなった F2 ホッケンハイム戦事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。